どうも、ケイスケです。ちょうどこの前、最高のカメラはライカ Q2 だという話をしたんですけども、最高のカメラとメインカメラまた違うんですよね。ライカ Q2 はなんか自分の旅の彩りを豊かにしてくれるというか、僕の写真のモチベーションをより一層上げてくれるっていう意味でめちゃくちゃ好きなカメラなんですけども、じゃあ動画撮るかって言われたらそれでは撮らないし、じゃあお仕事をそのライカ Q2 で行くかって言われたら、もちろんアナザーカットみたいなのは撮ると思うんですけども、メインではやっぱ使わないしということで、ライカ Q2 とメインに据えるカメラっていうのはちょっと違うんですよね。ということで僕のねメインカメラについて今回はご紹介していきたいんですが、しばらく半年ぐらいかな、1年ぐらいかな、FX3 という今使ってる撮影に使ってるカメラを使っていましたが、この度もう一度α7S3 に戻そうかなと思っております。いろんな葛藤があってちょっとねここまで来てるので、なんで戻すのか FX3 と α7S3 の違いについてとかも含めてちょっと話していきたいと思います。早速いってみましょう。で今回はメインカメラの戻しということなんですけども、僕が今撮影に使っている FX3 とこれからメインでまた使おうと思っている α7S3、どんな違いがあるのかっていうのもサクッと紹介していきたいんですが、α7S3 と FX3 まず前提として中身はほぼ一緒です。最近は中身の、UI のアップデートが FX3 の方であったので結構ね細かく違いが出てきたんですけども、基本的な中身は一緒、画素数も1200万画素程度で、動画撮影も 4K の 120p まで撮れると、手ブレ補正もアクティブまでいって、ログ撮影ができたりとか、そういう基本的な部分は一緒になります。じゃあどこが違うのっていうところで言うと、まず α7S3 は、ここですね、ファインダー、ここがあります。なので、写真とかが撮りやすくなったりしますね。対して FX3 に関して言うと、細かい違いはあるんだけど、例えばユーザーラットが入れられる。なんで自分の好きな色味で撮影ができるっていうのが一つと、あとはメニューからフレームレートっていうのを変えられる。ちょっと後ほどご紹介しますね。クイックメニューから変えられるというところと、あとはズームレバーだったりとか、細かい UI の違いとかがあるのかなと思います。なので動画特化するのであれば FX3 の方が一番いいかなと思うんですけども、反対に、写真も動画も撮りたいよっていう場合は α7S3 の方が合ってるのかなと思っております。っていう感じでいろいろ巡り巡って考えていった時に、やっぱ僕には α7S3 なんじゃないかとちょっと今思い始めています。でなんでかっていうと、これですね、ファインダー、これのありなしが僕にとってはでかいかなと思ってます。でこれ思った経緯なんですけども、先日韓国とシンガポール行ってきたんですよね。でその時は FX3 と、一応 α1 っていうカメラを持って、それと Leica Q2 を持って行ったんですけども、普段持ち歩くのは、α1 ではなく FX3 と Leica Q2 っていう感じで持って行ってました。で Leica Q2 はめちゃめちゃ写真がいいので、すごい Leica Q2 で撮った写真めちゃくちゃ良かったんですけども、やっぱちょっと広角気味なので望遠で撮りたいよっていう時は FX3 で写真を撮っていました。で実際帰って見てみたんですけど、やっぱね FX3 の写真が微妙だったんですよね。でこれさっきも言った通り α7S3 と FX3 って中身がほぼ一緒なんですよ。なので撮れる動画もほとんど一緒であれば、撮れる写真もほとんど一緒なんですけど、 α7S3 の写真は許せて FX3 の写真っていうのは許せないんですよね。でこれはなんでかっていうと、これ僕のねもうルーティン的な問題かもしれないんですけども、僕は基本的にこのねファインダーを覗いて撮るんですよ。でファインダーを覗いて撮るのとモニターを見ながら写真を撮るのでは全然写真の仕上がりっていうのが違います。っていうのも、例えば同じ映像をでっかい映画で見るのと、スマートフォンで見るのじゃちょっと印象違いますよね。色味とか画角の印象っていうのが全然違うと思います。ファインダーとモニターっていうのも一緒で、モニター見てたら周りの空間も含めて目に入るじゃないですか。
なんでこう周りの色とかをこう受け取っちゃって、それの上でここのね画角とかを決めてるので、まあちょっとなんか広いかなとか狭いかなとか言ってここを調整したりするんですけども、ファインダー除いた場合はその他の要素っていうのが基本的にはなくなるので、このね画角だけに集中ができると。なんでより一層写真っぽい構図で撮れるっていうのがこのねファインダーのいいところなのかなと思っています。なんで実際撮ってみると僕は結構違ったんですよ。本当に FX3 と α7S3 同じ写真が撮れるはずなのに、ファインダーがあるないだけでこんなに違うんじゃと思いまして、ちょっとそれで僕はもうその一点で戻そうと思っています。僕の場合やっぱ旅行で使うっていうことが一番多いので、旅行でねこう動画用のカメラと写真用のカメラ2台持って、いやなんなら3台持っていくってなるともうごちゃごちゃになるじゃないですか。僕2台ぐらいは持つんですけど、3台はさすがに持ってないので、そういう風に考えた時にやっぱ1台で写真も動画も撮れる方がいいんですよ。なんでそれこそこの前の韓国とかシンガポールであればライカ Q2 と α7S3 であればもっとライカ Q2 以外の写真が良かったんだろうなというのがありまして、ちょっとね再度 α7S3 に戻ってこようと思っております。でそういう話をすると ZV-E1 どうなんじゃって言われたりするんですけども、ZV-E1 に関してもやっぱね FX3 と同じで、ファインダーっていうのがないので、そこの部分を含めてもこう写真はね撮りづらいのかなと思います。またですねα7S3 とか FX3 ってちゃんとねシャッター幕っていうね物理的な幕があるんですよね。に対して ZV-E1 っていうのはシャッター幕なくて全部電子シャッターなんですよ。なんで、シャッターこう撮った時の感覚っていうのがすごく少ないというか薄いっていうのがデメリットとしてあるんで、やっぱ写真も撮るっていう風になってくるとこのね α7S3 が一番いいかなと思っています。ケイスケの動画。はい。でここまで行ってきて一旦戻しますという話になったと思うんですけども、一旦前はさ α7S3 から FX3 に移行したりしてるんですよね。ってことは α7S3 よりも FX3 の方がやっぱいいなと思うポイントも結構いろいろあったんでこっちにね乗り換えたわけなんですけども、やっぱそれが捨てがたいポイントとして残るわけなんですよね。でそれがいくつかあって、まず1個目はユーザーラットですね。α7S3 とか α1 とかの要は α7 系の一眼のシリーズって中にユーザーのラット、要は動画のフィルターっていうのを入れることができないんですよね。FX3 とか ZV-E1 とか要は Vlog かもシネマラインっていうのは中に自分の好きな色味ラットっていうのを入れることができて、それでプレビューしながら撮影するってことができるんですけども、α7S3 とか α1 っていうカメラ α7 系のカメラではそれができないです。なのでログ撮影とかした時はログ撮影にこうデフォルトのソニーの色味っていうのが一応フィルターとして1枚プレビューで挟まって見えるという感じになるので、こう自分の出したい色味で見れるかって言われるとそうではないんですよね。そこが一個気分が乗るかなっていうところがちょっと心配なところ一つで、2つ目がメニューからフレームレートを切り替えられるんですよ。α7S3 も FX3 も他のねソニーのカメラっていうのは FN メニューっていうのがあります。この FN のメニューっていうのが要はクイックメニューみたいな感じなんですけども、これを押すと画面内にいろんなメニューが出てきて、そこから FX3 とかの場合ってフレームレートが変更できたんですよ。例えば僕の場合は普段 24p っていうね、フレームレートで撮影するんですけども、スローモーション撮りたい時には 120p っていうので撮影をします。でそれを切り替えるときにメニューからささっとチェンジができたんですけども、α7S3 とかの場合はここのねダイヤルにカスタムダイヤルを追加して123と分けなきゃいけないんですよね。でそれがちょっとめんどくさいなっていうのは正直あるかなっていうところではあります。あとはね細かいメニューの UI の部分で、FX3 だとこのねダイヤルの右を押すとピーキングがねすぐにオンにできたりとか、そういうメリットもあったりするんですけども、さして大きくないかなっていうところではあるので、主に言うとさっき言ったこうメニューからフレームレートが変えられるっていうところと、ユーザーラットのところがちょっと引っかかってるかなっていう感じではあります。ちょっとそれもしばらく試してみて、やっぱこっちの方が自分にしっくりくるなという方をメインに据えたいなと思っております。ケイスケの動画。はい、って感じで、いろいろ語ってきまして、迷うわけですよね。贅沢な悩みですよね。贅沢な悩みだとは思うんですけども、やっぱこうね、α7S3 の魅力っていうのが、ここにはあるのかなと思って、もう一度向き合ってみたいと思っております。α7S3 の皆さん、ただいまです。また、このね、α7S3 で撮った作例とかは、どんどんアップしていこうと思いますので、ぜひ参考にしていってくれると嬉しいなと思います。
ということで今回の動画はこの辺にしたいと思います。今回の動画いいと思ってくれた方は高評価ボタンからチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。とここまで言ってきたなんだけど、結局僕ねアルファ1は絶対旅行に持ってってるんですよね。やっぱねアルファ1で撮る写真っていうのは一線を画してるというか全然違うなと思っているのでアルファ1持っていってるんですけど、極論このアルファ1がバリアングルになってくればいいなと思ってます。これねバリアングルに改造できないかな。ちょっと改造できるところ調べてしちゃおうかなね。ちょっとできないかな。